こんにちは。今回は鬼滅の刃柱稽古編第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。さすがに今回は3人セットだったか。イグルの訓練が今まで一番実践的だった。蛇柱の立ち筋がああいう曲がり方するのはどういう原理なんだ。ものすごいテクニックなのさ。錯覚。恋柱の谷間見せたら俺らが喜ぶとでも思ってるのか。実際どうなるんだろう。筋切れるんかな。金剣断熱待ったなし。これは原作でも羨ましいと思った。恋稽古一瞬で終わり。恋柱の出番少なすぎやろ。力士とか実は体がすげえ柔軟だったりする。相撲取りも最初は柔軟からだもんな。俺股関節硬いからこんなことやられたら死ぬ。勘の地ゾーン終わるの早いな。恋柱こそ兄より見たかったのに。確かに。縛られ役だけって訓練にならんよな。毎日大使縛るの大変だな。最初は大使にやらせてるんだろうけど。イグル推しだからこの日を待ってたのになんだかな。こんな恋愛のキャラじゃなかった気がする。こんな他人に嫉妬したりとかしたっけ。失神したふりみんなするのはラここまで修行を乗り越えてきたエリート平大使だから善逸並みの修行逃亡能力があるんだ。兄よりの呼吸さんの肩はさすがになかったか。ちょっとずつ兄よりでもってだいたい原作通りだったな。蛇と風はオリジナル1杯入れてもらえたから結構あっさり進んだな。カラスって監視役なのな。カラスいないと本当に再起不能にされそう。あるいは言葉ほどヤバくないツンデレタイプなのか。善逸や伊之助やモブ大使もこれまでの柱稽古をクリアできてるんだよな。兄弟喧嘩で初手目潰しとかヤバすぎ。品津川が完全に異常者。恋蛇風の稽古終わった。品津川兄は異常者に見えて実は鬼殺隊で一番優しい人だよ。玄陽図。兄貴が激怒してたけど鬼食ったってやっぱやばいのか。もちろんやばいよ。わかるのは当分先だが。あの風柱なんだかんだ言って玄也のことを思っているのかなと思った。本気でどうでもいいと思っているならあんな激怒するかな。風のおっさんは玄也を心配してくれるいい友達持ったなって絶対思ってるぜ。モヒカンは呼吸なしでよくやってこれたよな。鬼食って他のやつもやればできるのかな。適性がある。玄也の口調すっかりおとなしくなったね。選別の時と刀鍛冶の里はいやザレベルだったのに。まだ先だけどサネミと玄也の話はハンカチ5枚は用意しといた方がいい。品津川兄弟はこれで後に号泣させられるから困る。無一郎とぼっちが泣いたかなレベル。正直品津川兄弟が一番号泣すると思う。次の日休みにしないととてもじゃないが耐えれない。禰豆子刺したの根に持ってて草。いや当たり前やろ。一発ずつ着させてくれってごねてたからな炭治郎。アニメの風柱で書くね。現代日本の感覚だと若いのにおっさん呼ばわりされる風柱がかわいそうになる。20代でも10代から見たらおっさんか。甘露寺のところあっさり終わったな。蛇のところも。なんでいきなりアップテンポなんだよ。原作パート多いとやっぱ面白いわ。うずいさんやむいくんであれだけ時間割いたのは何だったんだというくらいサクサク進行だったな。兄よりはバトル描写だけで良いんだよな。今までそうだったんだから。どうして甘露寺さんはレオタードじゃないんですか。ガンツ見えなくなるから。恋柱稽古は即パスだろうな。善逸伊之助。まあ次に行きたくない。ずっとここにいたいってはめいただろうな。伊之助は体の柔らかさから余裕のクリアだったろう。イグロさんのメラメラ度合いが原作より強く感じた。恋からの手紙読んだシーンあったからか。蛇の人はなんだかんだで言うほど厳しくないな。大使を縛り付けているけど普通に立たせているか横に寝かせているかで頭を下に逆さずりすることはしない優しさもあるんだよね。1話の城のシーンでも優しかったな。大使縛り付けてる間訓練できないじゃん。イングロ曰く物覚えが悪いから縛り付けて。
有無を言わさず目の前で見せつけて覚えさせるらしい。他の大使ってあれでよく最終選別生き残れたな。雑魚扱いされてる村田が実はそこそこやるやつじゃないのかと思えてくる。村田さんはそこそこやるやつだよ。柱や炭治郎同期組が異常なだけで薄いエフェクト出せるもんな。モブ大使の声優が毎度ながら他作品で主役やりそうなメンバー多めで、今回はみゆきちの弟がいたっぽい。なんか先週は小安さんの息子さんがモブ大使やってたらしいね。炭治郎の弟、回想の笑い声だけのために声優呼ぶのすげえな。無限列車では席のためだけに呼ばれた人もいるんで。泣くくらい安いなら火炙りやめればいいのに上柱。花尾はもうとっくにクリアしたのか。水柱はどんな稽古だったんだろな。一日中正座させられるとかだろうか。全集中の呼吸法じゃねえの。これができてるのって柱と炭治郎、伊之助、善逸、金尾くらい。玄也もできないなどと言わず修行すればよいのに。防御メインの水の呼吸だから防御法のトレーニングだったのかも。やっぱ柱と手合わせしてる炭治郎はかっこいい。柱とそこそこ戦える炭治郎って強くないか。もう候補にはなれるだろう。伊之助は蛇柱の訓練抜けれたんやろか。正確な剣筋とか一番無理そうなんやけど、まあ大使に気遣って剣がなまることはなさそうだけど、金尾も。イノシシマンは大体の訓練は野生の勘と柔軟性でどうにかなりそう。伊之助って他の柱と衝突せずによく岩のとこまで来れたな。イグロ、お前野生の勘が鋭いな。俺の攻撃をこうして避けるとは。品津川、いいぞ、もっと向かってこい。炭治郎と違ってこの二人はこんな感じで伊之助のこと認めていそう。風や岩柱まで到達している大使は時とヤイグロをクリアしてるんだよね。エリートなんだね。よかったわ。マジで角柱稽古で今期終わるんじゃないかとヒヤヒヤしてたけど、これで来週から楽しめる。今日も一瞬だった。先週に引き続きテンポ良すぎる笑いの連続で大満足。イグロさんと風柱のくだり、もっとじっくり見たいけど先を急いだのね。やっぱりみつりちゃんにラブなのね。ナイブロさんも見られたし、サネミお兄ちゃんと玄也の絡みも見られたから嬉しいけど、やっぱり品津川兄弟のやりとりは切ないね。もう素直になれない兄ちゃんなんだから、なんでこう極端なんかね。そこも魅力なんだけどさ、映像で見るとさらに玄也がけなげすぎて不憫すぎるのよ。俺、鬼を食ってまで戦ってきたんだぜっていうのが辛い。誰だお前からの。お前の兄貴以上者じゃん。俺の兄を侮辱するな。俺味方なんですけど。からの。正式にお叱り受けて修行中断の流れ笑った。そうなんです。不器用なんです。皆さん何かしら不器用なんです。富岡さんだけじゃないんです。ここまでイグロッチの甘露寺って言いまくってるの。後々の無残あたりになるとってなるんだろうな。来週まで長えな。イグロが炭治郎に課した稽古は多分炭治郎だけの特別稽古なんだろうな。あれは全員にやらすのは無理。合格者の何倍も再起不能者が出るわ。つうかイグロも品津川も稽古の意味わかってるか。こんな時間にこんなの見たらパンケーキ食いたくなるじゃんかよ。少しずつ浮き彫りになる関係性。甘露寺さんと炭治郎のことを知ってやたらめったら当たりに来るイグロさんに全く話が噛み合わない品津川兄弟。それと久々に炭治郎のナチュラル煽りが来たな。甘露寺さんの地獄の柔軟が始まり、パンケーキをあんしてもらう。炭治郎ずるい。そりゃイグロさん怒るわな。品津川さんが玄也に向かってあの発言をしたのか。これには深い意味あってですね。アニメ勢の方は覚えておいてほしいです。品津川兄弟がまた仲のいい兄弟に戻ってほしい。イグロさんみつりちゃんのことラブじゃん。嫉妬心半端ない。そういう意外な一面があるのが鬼滅なんだよね。原作は見ていないから想像だけども、一人一人の人間模様の描写がすごいなぁと。甘露寺さんイグロさん品津川兄と今回だけで3つクリア。久々に善逸と伊之助も出てようやくいつも通りだね。蛇柱ネチネチしてるが嫉妬したり、
柱の中では相対的に普通の人感あって可愛いな。中継もくれるし、品津川兄は弟を危険なところから遠ざけようとしてるんだろうが怖いよ。甘露寺さんのパンケーキは自分も食べたいと思ったけど、レオタードでの地獄の柔軟は遠慮したいと思います。そして炭治郎に嫉妬するあまり四条がダダ漏れのイグロが面白かったし、品津川兄弟のすれ違いは今後への布石のように感じました。次回は姫島の稽古かな。楽しみです。甘露寺の柔軟訓練でレオタード。あれ、レオタードってフランス発で何年に作られたんだっけ？レオタール氏、男が着用してたのは知ってるんだけど、1870年にお亡くなりに、1859年頃空中ブランコ世界初成功らしいから、江戸末期だし、大正時代にはあってもおかしくない。恋柱甘露寺の柔軟なんかまだマシな方。蛇柱イグロは個人的に嫉妬されてるから仕方なし。しかしイグロは熱々と蛇だけに、風柱品津川のはただの暴力。最初から根津古処刑派の急先鋒だし、険悪な空気になるのも当然ね。しかしあっという間に輪柱まで来たわね。イグロと品津川も一緒に上限と戦えば炭治郎を認めるようになるのかな。それともそもそも煉獄も宇髄も甘露寺も炭治郎に否定的ではなかったから親しくなれただけなのか。いずれにせよちょっと稽古したくらいで心の距離が縮まるような安易な展開にならなくてよかった。恋、蛇、風と一気に進んだ。イグロさんも品津川にもさ、好きって気持ちを素直に表現できないんだね。柱といえど人の子ってことか。その都度巻き込まれてる炭治郎が不憫極まりないが、いよいよアニメ勢にとっては謎の男の岩柱。唐突に雰囲気が重くなりましたね。笑い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。